さて、今回は、何でかっていうと、ここにも書いてあるけど、一施設で複数の VTuber のコンテンツがプロデュースできるため、一箇所に集まると、そこの施設費ってかな、貸し出しの料金っていうのが一回分で済んで、それぞれのチャンネルに投稿することができるから、めっちゃお得だよねっていう。ユニットごとにターゲットを定めて、新規ファン層の収益機会を拡大って書いてある。もうすごいね。これ答え書いてある。VTuber ストップ安。エニカラーっていうやつがね、25% のストップ安になってしまったんですよね。機関が売って個人が買ってる。そして調べてる時に、VTuber の給料が偶然分かったっていう。なるほど。これくらいもらってるのか。確かにね、株を公開、株式市場に上場するっていうことは、情報を開示しないといけないわけなんで、一人当たりの給与って出るんですよね。それを VTuber の人数分割ると、この値段1400万円になるらしいです。概要としてはそんな感じか。実際にそれは年収なのか手取りなのか。さて、どちらが待遇がいいか。エニカラーとカバー、ホロライブのカバー、2時3時のおじさん VTuber たち、おじさん投資家たちは、無知、何も知らない。なんていうかな、この新しくできた業界だから、その数字だけを見てるんだよね。僕もね、あんまり知らないやつは、最低限のファンダメンタル分析ぐらいしかしない。もう株価指標ぐらいしか見ないね。株価の、今 VTuber の市場、YouTube から、なんとかに変化していた。ここはマーちゃん大進撃と呼べって。これは僕の台本なんだ。そして、アイスブレイク。動画の投稿。空白の2週間、3週間。いや、僕は2週間、3週間、なんで配信しなかったかなっていうと、ちょっと自分の投資パフォーマンスに不満を持つようになって、また改良の余地があるなと思って、そのため、資金効率を高めるために必要性を感じた。やっぱり僕がいくら持ってるか、1億円持ってる VTuber がライブ配信する。で、どの銘柄選ぶとか、そういうものの方が示しがつく。僕も思うんで、ね、貯金100万ぐらいしかないのに、やってます、株 YouTuber ですって名乗れるか。信用性、権威性がないよね。で、Twitter で毎日10万、20万、それ以上株で利益を出す人、すごく羨ましくて嫉妬しています、毎日。これをね、原動力として、いや、なんでこいつがね、会社員やりながらこれだけ稼いでんだよって、やめちまえよ、やらなくていいんじゃないのみたいな。で、分析して、どういう銘柄を買ってるかなって、完全にはわかりませんでしたけど、アルゴリズムとか投資手法の改善っていうのは、おおよそできたんですよね。全然この人たちにはかなわないなって。一体こいつは何を情報にエントリーしているのか。安定して収益が出せる人は、手法がシンプルに収束していく。理由として複雑な場合、株価指標とか、信用倍率とか、板を見てとか、そういう複雑なことがあって見落としがあるはずなんですよね。それが、ミスを誘発している。SNS で自慢の発言を、見ていても超シンプルな手法などが観測されています。この国の人で、どういう内容をつぶやいてるかなって Twitter で有益そうなやつをフォローして通知が来るようにしてるんだけど、ね、有益な情報だけをこうして見ることが、ちゃんとプロンプトを使用すればできるんだよね。チャット GPT。ウェブ検索機能と IQ100 を超える知能、全人類の知識で情報検索も容易になりました。その結果に基づき銘柄にエントリーするだけで儲かっていくのが理想だね。この課題っていうのはシンプル。買いの通知が来たらとか、一定条件を満たしてアラームが鳴ったら買う。それだけ。その時にいろいろなものを見る必要っていうのはないね。迷いの元になるから。で、結論言うと、現段階、アルゴリズムの改良とその応用で僕の資産運用、従来の200、300% ぐらいの感覚で利益を出すようになってきましたね。とっても単純な手法で、銘柄紹介の合間に実践形式で話していきましょう。あとはサブチャンネルの相互関係の構築、紹介される銘柄で、利益がさらに加速したっていう。元はこのチャンネル小春小抜きの認知度を向上する目的でサブチャンネルが1月12日から活動しています。これは7000万円以上の資産を持っているメンバーにより制作されていて、動画が毎日投稿するうちに紹介された銘柄をね、アラーム設定して全部持っていったら、普通に利益が出るなって保有していて気がつきました。僕の特徴である、いくらで買えばいいの？どこで上がるの？は人工 AI が構築したものです。とにかくお金持ちのコミュニティを作れば勝手にお金持ちになっていく。その情報や習慣が組織に浸透していくのを目の当たりにして僕もお金が増え始めました。証券番号5032エニカラー。株をね、一時エニカラー400株持っていたんだけど、そこからこんな感じでね、マイナス8万とか10万とか
なったんで、もう大きくパフォーマンスを下げたんですよね。これが3月14日。で、その次の日にストップ安になったんですよ。やっぱアルゴリズム設定してよかったなって。1日遅れてたら50万円マイナスに損失を拡大するところだったんだ。で、今の状況、僕は割安と認識していたんだけど、このエニカラーとかカバーっていうのは、結局投資する参加者で値段は決められているから、改めて分析を行って問題がなければ再エントリー、長期保有をしていこうと思います。今はカバーが空売りされてるとか、ツイッターでは見かけているんだけど、株主総会に出席したいから、100株は持っときたいね。利益の問題じゃないね。株主総会に出席したいから100株は現物で買い戻すってこの時は書いてあるな。下落した原因は一時ストップ安。11月1月期は営業利益減益に転じる。営業利益は 90.4 億円で前年同期比 20.4% の増となっている。ただ、11月1月は26億円で 20% 減と転じており、ネガティブな反応が優勢となる形に。増益で成長は続けているけど、それが鈍化したから、嫌気がさして売られたとか、二次フェス関連の費用が想定以上に大きかった利益率も悪化したようだ。これは設備投資か。売上は会社計画通りの着地ってなってるので成長を続けているから、そこまで売られることは必要あったのかなって。売上、営業利益、純利益ともに上昇していますが、YouTube 市場が成熟して配信技術が一般層にも広がっていったんだよね。で、その結果、限られたエンタメ市場を奪い合う状態に以前からなっていたので、その速度っていうのは鈍化している。ましてや、現役の決算報告により、投資家から悲観視されたと。VTuber 市場の厳しさは、僕自身把握しています。投資系 VTuber っていうのは、今までそんな規模ないよね。ちょっとバカにできるぐらいの、なんでこれ1万人いかないやないかみたいな。でも、いつか絶対誕生してきますよね。もう無視できないチャンネル登録者数10万人ぐらいの。どのようにして有名になっていくかも、大体予想はつく。で、その投資系 YouTuber と、そのエンタメ、ホロライブ2時3時とか、お金を持ってないエンタメに快楽を得る貧乏人とは人種が違うんですよね。見る人が違う。現在 VTuber の事務所っていうのはエンタメしかなくて、10代のユーザーが6年ほどで大人になった2、30代になってる。繰り上がりしてる。ホロライブの谷郷社長もおっしゃっていました。薄利多売でチャンネル登録者や再生回数を増やすためにも、人口が最も多い、比較的その貧困層をターゲットにして客層を増やす手法。で、今後未来、人工 AI の普及で人類は、専属の教師がいるのと同等に知能知識っていうのは高まっていく。チャット GPT を使ってね、子供の時から扱える人間っていうのが増えていく。有料プランを使ってる家庭があって、そこで子供が使って、急速にその人間っていうかな、ピアノができる人って僕はもうすごいなと思っていて、そういうようなすごい人間がたくさん配置される新しい新人類ができてくるだろうな。結局その先の未来、人間っていうのは、バカな人間と頭がいい人間で分かれてくる。その頭がいい人間はそのバカな人間を家畜のように従える。二極化していく。AI の開拓に関する研究だったら、AI が医療、金融、交通、エンターテインメントなど様々な分野で効率、正確性、生産性を大幅に向上させる可能性がある。一方で、失業のリスクの増大、所得格差の拡大、論理的な懸念。具体的には、意思決定のバイアスとか、プライバシー、セキュリティ問題などの問題がある。さて、その企業分析、決算資料を見ていきましょう。株ってどこまで行ってもまだ少数派で、お金持ちっていうのはみんなより違うことをしているから、それで儲けて少数派になるんですよね。みんながお金持ちになったら、その平均は全然それお金持ちじゃないじゃんね。インフレを起こしてるだけなんだ。割と投資家って地味だと思うんだよね。華やかなエンタメと比べるとめちゃくちゃ地味で派手なことしたいなと思って、そうですね、美少女 YouTuber ネムみたいなボイスチェンジャーを使う人がいるんだけど、初めは仮想通貨のことについて話していたんだけど、いつしか 3D メタバースか話すようになって、その収益結局どうなったのかなって。その人はどちらかというとエンタメとか人気者になりたいとか、そういうところに趣を置いたんだろうな。僕の場合は、自分の成長の記録、投資の記録を残すために
言うていて、それが結果、たくさんの人に見られるようになった。業績サマリーを見ていくと、VTuber のユニットの展開や2次3次の大規模施策が成長を促進して、売上高と利益が計画通りに遂行している。第4四半期の業績は、コマースやイベントの施策のスケジュールから四半期で最大となる見込み。僕の感想として、営業利益、純利益は下がっているが、エニカラーの売上の計画は予定通り。3月20日時点で進捗率 70% は悲観される株価にはならない。売られすぎだろうと。実際上がってきてからを確認してからエントリーするのが一番良かったな。あまりにも思い入れが強かったから400株買って、10万とかね、マイナスになったけど、勉強して、反省して。あとは、利益が減少した理由。さっきのニュースに書いたやつ。コスト面では売上に占めるイベントの比率の高さ、セールスミックスの変化や2次3次フェス関連の費用が想定上に大きかったことから、第3四半期は利益が悪化した。2次3次フェスっていうのは、コミックマーケット、コミケ、その東京でなんかどこだっけビッグサイド。そういうところありますよね。なんかこう三角の建物のそこを貸し切ってやるので思ったよりコストがかさむリアルのイベントっていうのは利益数値には反映されなかったけど、資料のハイライトでは VTuber あたりの売上高が1億8000万円と初年度と比べて8倍売上が上がっているので、より株価の下げっていうのは不自然。業界に理解のない投資家が売ったのか、または筆頭株主のリクター氏が活動資金回収のために売却を行ったこととなる。これは僕の見解。FES 自体が赤字ってこと。それはどういうことでしょう。二次三次や二次三次イングリッシュの活動が業績に寄与しています。VTuber への支払い報酬や各種プラットフォームの手数料、グッズ、イベントに関する製造原価のが主な費用で、売上が 40% 減っているから外国人 VTuber が成長してきたとか、地域の文化に馴染めてないのが VTuber の僕自身の肌感覚では思っています。で、これが従業員の数、これだけのインフルエンサーを、指揮系統を雑用とか従業員ね、全員含めて400人以下で回しているから、結構無理があるんじゃないかな。特に VTuber マネジメント230人で配信者のマネジメントを管理するなど、一人で数人の面倒を見ているから残業価格な作業量となりそう。これは名古屋本社で勤務していた僕の感想。めっちゃできる人じゃないとね、キーエンスで働いてましたぐらいの。FES、リアルのイベントのコストが利益を下げた原因というなら、イベントでは利益がなく赤字ということになるかな。ではイベントは何のためにやってんだろうと、その答えは、ピポットのインタビューチャンネルで言ってたんだよ。ジャイアンツとコラボしたりとか。結局、バーチャルで活動していると、VTuber ってまだ知名度っていうのは高くなくて、日頃その VTuber のライブとかを検索しない人、僕もそうだけどね、おすすめに VTuber が上がることってなくて、触れ合う機会、認知度を上げるためにする活動なんだよね。東京ビッグサイドとか、大規模な名古屋ドーム、千葉ドームとか、そういうものを貸し切って採点を行うっていうことがあるから、ここだとリアルな人たち、関係者、誘導員とかもね、何事だろうとか、何がそこでイベントが開催してるのかって、YouTube で偏った人たちでもね、目の当たりにする機会が増えるから、あとはそのライブを会場、イベントをね、成功させることができたっていうことで、実績があって、その結果、最近ではジャイアンツのコラボとか、コンビニのコラボとか、二次三次で言うんだったら、この後、決算終了にもあるけどね、企業とタイアップして、認知度と信用度を高めてるのかな。二次フェーズに関することだ。チケット収入よりもグッズ収入の方が高いのか。なんでそんなの買うのかなってピポットでは言ってたけどね。どういう人が買うんですかとか、ボイス販売とか言うと、世界で終わりになった時にとか、夏祭りの時に二人きりになった時にどういう声をかけてほしいとか、そういうサンプルが売れてるんですよ。っていう時にね、司会者が、なんで買う人いるんですかみたいな真顔で。それはね、僕も、確かになって。いや、そう思ってるんだけどね。でもこういうね、オタクというか、これだけ会場を埋め尽くすくらいいるっていうのがすごいよね。僕からするともう食べ物を運ぶアリに見えます。言うの忘れてた。大規模な場所でイベントを開催して4万人以上の VTuber が有名になりたいとか、そういう市場ってありますよね。でも気軽に配信できるっていうことはライバルがそれくらい多いっていうことと、収益がすごく悪い。YouTube の手取りっていうのかな、スーパーチャットをいただいて、手取りが 70%、30% が手数料マージンに対して、リアリティっていう配信プラットフォームは 40%、50%。いや、違うな。70% が手数料なんだよね。高すぎ。イディアムに関しては 10% が手取り。
だから90% が手数料マージン。だから1万円もらったとして1000円が手取り。ありえないな。さらに個人事業主で税が発生する。で、2次3次は160人も在籍していて、第3四半期は2次3次から3名の新規デビューと1名の卒業。卒業する時ってどういう時なんだろう。イングリッシュ部門からは新規はいなくて1人の卒業。新スタジオの設立やコンテンツの制作に関して新スタジオの設立や配信用のアプリの開発などによりコンテンツ制作の強化が進行中とのこと。VTuber マネジメントや新規 VTuber 企画イベントの企画にも行われています。見てみよう。そのうちの1項目2次3次の6周年のアニバーサリー号を拝見してみましょう。僕の活動の参考になるかなと思って見ます。めちゃくちゃ凝っとるよね。ゲームなんだね。ゲームじゃないの。商品一覧。多いね。投資 YouTuber がこういう日の出を見る日が来るのか。参考になりそうなものはなかったな。真似できそうなものはない。会社はライブストリーミング、コマース、イベント、プロモーションなど様々な事業ポートフォリオを持っています。それぞれの分野で利益を上げており、業界内で競争、優位性を築いています。くら寿司って書いてある。アハもオンラインアンバサダーっていうのはドコモだよね。すごい。もうそこまで信用力を持ってるのか。Google Pixel Fold キャンペーン。Google とのコラボ。すごい。こういうコラボできるぐらいに、この企業は大きくなっていった。まあ、この CEO ってね、20代でしょ？僕とあんまり変わらない年でしょ？よくここまで成長できたよね。自分で稼いだお金でその事業をやったっていうよりは、借り入れとか資金調達がうまいけど、この人だけではなくて、関わる人が絶対必要なんだよね。どのように成功することができたんだろう。配信スタジオの設備投資。そうだね。まあ、一回僕がやってるこのライブっていうのはアーカイブには残らないです。まあ、つまらないコンテンツ出してるなと思って、落ちぶれていったとしても、コンテンツを作るときに僕は膨大な時間っていうかね、思考を割いているから、動画にしたっていうことはそれだけの有益な情報っていうか、僕は勉強になったっていうものを自分の記録教科書みたいなものを作ってると思って制作している。だから僕はお金持ちになっていく。そう信じてやっていかないとね。ビジネスのハイライト。これは結構ね、僕たち VTuber が事務所を作るとすればどういう関係でなぜ事務所を作るのかっていうのも分かってきた。これはもう SNS を扱う部署だったら絶対こういうのは囲い込みっていうのは必要。これこそが VTuber が情報発信局が目指しているコミュニティだな。お互いが認知度拡大の役割を担って専門分野であれば適切に仕事を割り振ることができるっていうのが僕の見解。で、例えば僕は何もできるわけじゃなくてもお金とか投資、あとは機械工学系だから自動車の分野には長けているんだけどね。それ以外は別に興味もないし、そういう案件が来たとか、それが得意なメンバーに割り振るっていうのがグループができたらね、そういうのがあるし。で、このローチとか初期とか書いてあるじゃないですか。所属する VTuber、キャストが増えていくと、一人にファンが増えたとすれば、じゃあ他の同じグループのメンバーはどのようなチャンネルなのかって見に行く機会になるんだよね。まあ他のメンバー嫌いだからもう2時3時の全員見ないみたいなそういう人ってまあいないので、一人のチャンネル登録者が開拓できたっていうことはみんなに数字っていうかな割り振られていくんだよね。誰か一人にファンがつけば会社自体の宣伝に寄与する。これはオムニチャンネル戦略と呼ばれる。僕の意見は VTuber 事務所はこういうのはもう知ってるね。初歩の初歩だけど。でも問題なのは雑魚ばっかりを集めている事務所が多いということ。2次3次っていうのはもうたくさんのキャスト。さっき見たところ160人でしたっけ？ VTuber 事務所っていうのは、よいしょ。オムニチャンネル。これは事務所の人は理解していて、で、この人っていうのは VTuber 事務所を作りたいと思ったどっかの社長なんですよね。で、投資家から資金を工面して集め、そしてキャストを雇って2000万円を費やしました。で、これまでの収益はゼロ。なぜかっていうと、みたいな。で、ここにも載ってたけど、で、うちの事務所全員集めて、チャンネル登録者数が1143人。まあ、当時ね、2000万円投下して、1143人。さあ、僕2000万円あったら、広告ね、宣伝広告費で1万人は行くでしょ、絶対。で、まあこういう目標設定も必要だよね。この期間までに登録者が1万人を達成できなかったら解散となりますっていう投資家の方から言われたと。で、呼ばれたとこういうキャストが。で、盛り上げるっていう構成になってます。で、これだけがチャンネル再生回数が1020回ぐらいかな。で、こういうキャストを集めて自分のところのチャンネルに招くってどういうことかわかりますか？じゃあ、リブ所属の人が一人いて、今、チャンネル登録者数が1190人になりました。で、この人が社長のところでライブをします。ミーティングを行いますっていう時に、絶対こんな感じで、
見てくれる人っているんですよね。結局、キャストを集めて自分の宣伝をするためなんですよ。これを2時3時とかホロライブっていうのは行っている。じゃあなんでこんなうまくいかないかっていうと、なんでそんなうまくいかなかったって言うとね、みんな思うよね。答えは簡単なんだよね。雑魚しか集めてないから。これね、この話し方っていうのは、池早大学の人いる？まあこれは僕の感想に過ぎないから、もっと客観視すると、有益なコンテンツではないから。または差別化には程遠いんだよね。それはキャラが立ってないのか、スキルが足らないのか、まあ両方とも思いますし、戦力にならない配信とか、まあ貧乏なユーザーをたくさん集めたところで、大手 VTuber2 社にはかなわない。すでに市場を占領されているから、2時3時が資料を見ていて、このようにね、決算資料を見てわかるように、コラボするのはメリットがある企画だから、小規模のチャンネルとコラボしても、相手に認知度のメリットが大きくなって、逆に取られちゃうんですよね。見る時間っていうのを、視聴者っていうのは、登録者数は増えるかもしれないけど、結局見る人、避ける時間っていうのは一人分しかないわけですから。だから大きいチャンネルの方が、デメリット、時間と労力のロスを生んでしまう。だからコラボするためにはだいたい力加減が同じで違う分野のユーザーを持っている企業やキャスト、そういう人たちを雇ったりコラボしないといけないんですよ。全然これ分析じゃないよね。もう VTuber のあり方分析だ。企業分析ではない。でも非常にね、これから僕は作りたいなっていう事務所のあり方、理想形を走ってるんだなっていうのが決算資料に書いてあるっていうか、もう本当はこれって極秘の資料に近いんだろうけど、上場してるって資金を調達できる代償として情報を開示しないといけないので、やっぱそこはね、遠慮なく分析させてもらおう。切り抜き動画っすね。YouTube の収益の減少も関わってる。そうだね。僕もね、広告収入がめっちゃ下がってるなと思うし、他の YouTuber も採算が合わなくなってやめる。とりあえず2時3時とか他の事務所っていうのは、まあ数増やせばいいってね、数で補う作戦にやってるんですよね。資本力がないとダメだ。受給戦となるのかな。今はこれでも通用するんだよ。ただ、この先の未来、そんな資本を持ってる事務所が当たり前に存在するっていう環境になったら、もう本当にキャラが立ってスキルが持っている配信者キャストを一人一人選抜試験のように雇わないと生き残れていかない。事務所は収益を保つことはできないでしょうね。もう一つ、VTuber のメリット、ライブ配信を行えるってことです。ドラえもんとかアニメのキャラクターがそれって週1だし、話しかけても反応することはなかったんだよね。まあ、ただそういう一方で VTuber っていうのは、まあ、コメントで僕の行動が変化する。そういうのが面白いっていうのかな。お互いに影響を受けているんですよね。このように視聴者との接触回数が増え、愛着が生まれる心理現象の単純接触効果というものが起こります。これは麻薬みたいなもので、嫌いなやつでも一緒にいる時間が多ければ意外と仲良くなっていくんですよね。いいよね。性格違うけど、なんかいつも喧嘩してそうだけど、いつもいるなみたいな。なんだかんだで仲いいみたいな。遠距離恋愛とかしてる異性とか、遠いとこにいる彼女より、身近に普段いる女性を好きになる現象が該当します。あともう一つは二次創作だね。コミュニティの構成とブランドに寄与する。これはすごく参考になりました。ユーザーの二次創作がこのコミュニティの構成とブランドの拡大に寄与してるって、もうすごいもう答え変えちゃってるね。それを知らない事務所が2000万円投下してるっていうのがもうすごく驚きで、じゃあこのアラサーの社長が何をやってるかっていうと、今日は Apex をソロでやる5人が視聴みたいな。社長遊んでる場合か。これは僕だけじゃないんだよね。コメント見てみると、社長は遊んでないって早く運営したらみたいなコメントあるのね。そりゃそうだよね。意外と僕も頑張ってるんです。常に地味だけど、司令塔として考え続けても前進しないといけない。社長遊んでる場合じゃない。本気で成長させたいのかっていうのがね、伝わってこないっていうのと、自分の資本を利用して、他のキャストをね、お金与えて自分が有名になろうみたいなのがもうありありなんで、還元の精神っていうかな、思いやりの精神を全く感じないんだね。で、もう少しちょっと深掘りします。この二次創作っていうのが必要なんですよね。で、それの応用したのが僕のサブチャンネル。これは僕が直接関わってるものではないし、作ってるわけでもないけど、まあ、小春子の木ですっていうキャラクターだから、まあ、二次創作の一環として、あれは作ったんだよね。で、もちろん僕の経営理念に沿った、考えに沿ったコンテンツを作成するようにって、少しずつ毎日修正のメールを送ってるんです。フィードバックを行って、ちょっとここのフォントが気に入らない。で、一回差し戻しすると時間がかかるから、僕の方で修正しました。で、次回から参考にしてください、みたいな。そしたら、マニュアルありますかとか、いや、もうこれは、フォント、サムネイルの作成はセンスだと思ってるから、センスに対して教科書
作ると、だって僕先生じゃないし、何百ページ作らないといけないから、現実的じゃないから、まあそういうのね、毎日やりとりやってるんです。で、超地味なんだよ。みんなそんなことやらない。金にもならないから、やっぱりそれで専業でやって、専業投資家で稼いでないっていう人は、社会人で成功するとかもう決してありえないと思う。持続的に顧客層を引きつける成長モデル。これかな。複数の VTuber でユニットを形成して、施策効率が高い。なんでかっていうと、ここにも書いてあるけど、一施設で複数の VTuber のコンテンツがプロデュースできるため、一箇所に集まると、そこの施設費ってかな、貸し出しの料金っていうのがまあ、1回分で済んで、それぞれのチャンネルに投稿することができるから、めっちゃお得だよねっていう。ユニットごとにターゲットを定めて、新規ファン層の収益機会を拡大って書いてある。もうすごいね。これ答え書いてある。あとは次にはコンテンツの強化。いかにしてここに書いてあることを僕たちがこう実践できるか。なんといっても今はお金が足らない。コンテンツの制作の強化って書いてあって、もうね、これはゲーム開発しろってね、みんなが集まるプラットフォーム、モンハンのオンラインを作れとかそういうレベルなんで、無理。これだけ巨大な資本だけではなく、そのゲーム会社のね、業務連携が必須となる。もう無理。これは真似できない。僕全くアイドル興味なかったんで、人気なアイドルにね、どれだけ求愛してもね、結婚できるわけじゃないし、時間の無駄と思ってたので、ごく一部のオタクでもあんなに群がるんだよね。でも大半は 80% 以上の人はもっと正確な第三者的なっていうかな、もっと冷めた目で見ているはず。高い収益性と成長の実現。ビジネスに基づく優れた収益のモデル。人件費やオフィスの賃料など、売上成長のため、売上成長に比例しない固定的な費用が多く含まれるっていうのが僕の感想。規模が2倍になったからといって、設備が2倍になるっていうわけじゃなくて、圧縮されているのがわかるので、資金効率が改善されるんだろうなと。ここまで投資家って見ないよね。めっちゃ VTuber のことが好きじゃないと。だから割安なんだよ。ここは未公開の情報。VTuber は視聴者との相互関係にある。これは従来のアニメや漫画とは異なるリアルな人付き合いに近いし、少し手前の段階でしょうね。実際には会わないけど、接触頻度がリアルに会う人よりも近所のおばちゃんよりも高いっていうメタバースについて触れられていて、メタバースで二次三次のキャストの対面して、友達として付き合う人間関係まで近づくっていうのがこのメタバースと考えているようですね。全くそういうふうにはもう書かれてはいなくて、本当にこの図だけなんだよね。でも、目指すべきもの、メタバースって書いてあるので、もう僕の感覚で言うとそこまで行くんだろうなって。VTuber 学園っていう学校も作ったじゃないですか。それだけ従業員を大量に採用して、お金を持っている石油王みたいな人たちに対して対面で話すようなもの、友人として、コンサルタントとしてもいいかもしれない。そうやって付き合う関係まで築くっていうのを目指してるんじゃないかなと。これは今までの復習になるよね。一方通行だったアニメとか漫画とか、それが VTuber のコンテンツ型を作っていて、割とみんなのコメントとか、いいねとか、そういうものに反応するようなものが出てきた。結構画期的なものだったんだよね。さらにそれの上になるのが VTuber、ライブ配信、ライブストリーミングですね。これはよりリアルに反応することができるようになってきた。じゃあさらにその先はっていうと多分対面に行くんじゃないのかな。一気に雇いそうな感じがするので。だってあれだけの従業員っていうかな、育成教育機関を作るっておいて、雇わないっていうことはないだろうし、路頭に大量に迷って、VTuber になるのは至難の業ですって。入学させたのに就職はできませんでしたっていうのにはさせないんでしょうね。また、エニカラーとその学園がコラボしたので、少なからず資本提携も行っているのではとも思うし、ここはね、未確定な情報がすごく多い。なんでこれみんなに受けの悪いことを話して、地味に僕が配信続けるかっていうと、それは自分のため、未来の投資だから、みんなはこれを我慢できないから成功しない。そうやってたくさん僕のことをバカにした人はいるけど、そういうバカにする人に限って何もやってない、成功しない、もうただのおっさんもニート会いましたけどね、こいつクズだと思いましたね。まあでもそんな下ばっかり見てもね、僕は成長しないので、コメント。